はい。はい。じゃあ、ちょっとゆっくり始めましょう。はい、ダヴィンチリゾルブですね。動画編集のやり方と、編集のコツを紹介します。ちょっとダウンロード、インストールしてない人いますか？みんなちょっと準備でインストールできたかな。でもしできなかったらとかトラブルあったら、すぐチャットの方に声かけてください。インストールそんなにプログラミング言語ほど難しくないし、多分スムーズにいけると思います。でもし自分の編集したいコンテンツとかあったら、パソコンで用意した方がいいと思います。プラス時間手が空いてたらダヴィンチの取説が結構分かりやすくて、このリンクを見てください。ちなみにこのスライドもイベントページにさっきアップしましたから、いつでもダウンロードしてください。で、なんでダヴィンチリゾルブ選んだっていう話ですね。ハリウッド映画でよく使われてる。もともとカラーコレクション、色の微調整でよく使われて、その機能が本当に優れてると思います。でも最近、他の編集ツール、普通の動画編集、音声編集、エフェクトの機能も追加で、何でもできるようになりました。この3つの映画も使われてる。で、他の映画でもよく使ってます。プラス無料版もあるし、Windows、Mac、Linux、どんな OS でも使えるっていうのはすごくいいと思います。で、多分、ちょっといろんな複雑な話もあるから、順番的にとりあえずスライドで紹介して、でそのスライドから出て、本当のソフトの使い方をまた見て、こういう繰り返しで紹介したいと思います。基本、画面見て、ダヴィンチ見て、下の方がメイン画面が揃えてある。で、基本、左から右へ進む。とりあえず自分のメディア、ファイルを集めて、でカットして、編集とか、クリップの長さの調整して、エフェクトかけて、色の調整、音声の調整、終わりで出力して、YouTube に出すとか、ファイルに出す。みたいな順番の考え方。もちろん全部使わなくていい。今日、主に使うのはカット、編集、音声と出力。エフェクトと色、質問がなければ、多分、完全に無視します。メディアもそんなに使わないと思う。やっぱり大きいプロジェクトになると、そのファイルの、整理が大事だけど、小さいプロジェクトならそんなに難しいことにならないと思う。じゃあ、ちょっと画面見ましょう。これメディアの方ですね。で、どのファイル使うか。ドラッグアンドドロップで使いたいファイルをこうやって自分のプロジェクトに追加できる。で、消したりすることもできます。上の方はですね、いろんな設定の画面が選べれる。で、もし、使いたい、さっき使ってたけど今消えたどこだろうってなったら、この右上、左上のボタンをちょっと探した方がいい。私もよくあります。あれどこに行ったって、ここだったとか、よくなります。機能がたくさんあるから、自分の時間があるとき、少し探して、
少し考えた方がいいかもしれない。まあ、とりあえずメディアを集めて、そのメディアをタイムラインに置いて、調整して、エフェクトかけて、色を調整して、音声調整、終わり。みたいなイメージで全然いいと思います。左から右進みましょう。じゃあ、カットページの方で、クリップを追加したいですね。とりあえず、じゃあこっちから。これはこのイベントで用意したクリップ。ダウンロードも、スライドを見てダウンロード、先にダウンロードリンクシェアした方がいいかな。みんなネット、どのぐらいあるかな。チャットにダウンロードリンクを送ります。まあ同じ、このファイルと同じですね。とりあえず、ドラッグアンドドロップで、下に入れましょう。音声だけも全然使える。で、選択したファイル、この左下メディアプールに来る。で、まだタイムライン何も載せてない動画がないですね。で、一番簡単な置き方は、またドラッグアンドドロップ。じゃあこのクリップ使いたいから、ここに置く。で、タイムラインこうやってスクロールして、何があれば。でも、もうちょっと効率いい方法もありますね。例えば、このクリップはあるけど、代わりにこのクリップ使いたい。ドラッグアンドドロップだったら、できます。でも、ドラッグアンドドロップなしで、このボタンを、ここのボタンを見て、後に置いて、代わりに置く、スマートインサートは前と後、どっちかちょっとスマートに選んでくれる。説明ここにちょっと書いて、全部違う置き方ですね。で、自分のファイルでちょっと練習してみたら分かりやすいと思うけど、じゃあ例えばこのクリップの後ちょっと離してるクリップ使いたい。ドラッグアンドドロップでも全然いけるけど、じゃあ後に置く。全然いいし、やっぱりクリップ、小さいクリップ多い場合はこのボタンすごく助かります。選んでこれを使う、選んでこれを使う。で、10個のクリップすぐ置ける。今たくさん載せたけど、すごく長くなって、とりあえず一回全部消して、もう一回他の機能をちょっと紹介します。やっぱり取ったクリップを、そうですね、これ今さっきのクリップの使い方だけど、このインとアウト結構大事。やっぱり取ったクリップ、最初の方最後の方、使わない部分もあると思う。何かっていうと、このクリップダブルクリックして右上でこのクリップ見える。実はこれ取りっぱなしだけど、使いたい部分もこの辺だけ、最後だけで、じゃあこの辺からかな、使いたい部分。ここに置いて、これもドラッグで、こ
こまで使う。ここから使う。ここは、ここまでかな。じゃあ、ここ使おうかな。この最初のところは in って呼ばれてる。こっちは out と言われてます。で、キーボードショートカット I、in の I と out の O でよく選択できる。in はここ、out はここ。で、これ in と out 設定したら、ドラッグアンドドロップの時、in ここはね、ドラッグアンドドロップした時、短いクリップ、in と out の間のクリップだけになる。もちろんこのボタンはその in と out の間の部分だけを載せる。これで例えばプレイボタンをクリックしてこの動画見て、ちょっと準備中、まだ始まってないね、この辺で始まる。じゃあスペースで止めて in を決めて I でイントロ的な話はここかな。じゃあでドラッグアンドドロップでもこのボタンでもインとアウトの間の部分だけここに置く。大きい動画はこの繰り返しで全然決めることできる。はい。これカットページでやってます。何か質問とか確認したいことありますか？今のやつでいいですか？はい、今のでインとアウト決めて動画追加したときに、その動画を例えばもうちょっと後ろ伸ばしたいなとかなった場合は、タイムライン上のなんか後ろのところをグリグリって引っ張ったら伸びたりとか、なんか編集できたりするんですか、これ？そうですね。これそうですね。いろんななんか伸ばし方とかあるけど、インとアウト決めても後で全然編集できる。これもうちょっとあったらいいね。これいらないな。で、なんかいろんなちょっと違う伸ばし方があって、だいたい編集ページでやりますけど、カットページでも少しできる。基本、カットページはこれ使う、これ使わない。どの辺使うかを決めておく。ひたすら置く。その後のちょっと微調整が、編集ページのいろんな機能がついてるから、そっちの方が、便利かな。でもいい質問ですね。ありがとうございます。そう。もう次のスライドいっちゃうから。すいません。全然。はい。トランジションして話そう。そう。さっき言ったけど、この設定よく消えるから気をつけて、見つけたい設定があったらそこにあるかな。じゃあ編集ページちょっと行ってみよう。とりあえずこのキーボードを押してるクリップと紹介するクリップ両方イントロだから、多分このクリップの前になるかな。じゃあスマートインサートして前に行っちゃう。じゃあこのクリップとこのクリップ、2つのクリップこんぐらいはちょうどいいかな。でもやっぱり編集ページ行ってちょっとした微調整が必要。このページいろんなツールがついてる。全部紹介する時間はないと思うけど、簡単なところを紹介する。とりあえず、クリップ、ズームアップして、細かいところ見たいときは、こうして、プロジェクトのタイムライン全部見たいときは、ちょっとズームアップした方がいいかね。で、ここのカット、ちょっと早かったな、と思うときもあるかもしれない。じゃあ、ここを、マウスの記号をよく見てください。
こっちも全然違うことする。こっちは全体のクリップの長さ変わらないように、前のクリップのアウトをちょっと遅くして、後ろのクリップの、次のクリップのインをちょっと遅くする。全体のクリップの長さは変わりません。まあ、これ結構便利ですね。長いタイムラインの中で、例えばこのクリップ全部音楽と合わせてタイミングもあって、長さは変えたくない場合もよくあると思う。でも、そうじゃなくて、やっぱり、ここのインが正しかったけど、ここのアウトはダメだった。ちょっと全体の長さ伸ばしたい時もある。で、このモードに入って、全体の長さを伸ばせることができる。でクリップも、タイムラインも長くなる。タイムラインは全体の長さは変わらない。そうですね。で、他の、便利なツール、このクリップはいいけど、間に何か置きたい時もある。このカミソリの刃を選んで、レーザーカッターでクリップをカットして、2つのクリップになります。これ普通の、何か間に置くことができるし、同じ風にずらしたりすることもできる。これは結構使うから、キーボードショートカットのコマンド B、コントロール B は、ブレードですね。コマンド B を私は結構よく使う。多分、これ全部キーボードショートカットあるけど、多分全部覚えなくてもいいと思う。はい。基本の編集は本当にこのぐらいでいろんなことできる。クリップ選んでインとアウト決めてタイムラインに置いてタイミングが微調整してそれで結構いい動画になると思う。一回ちょっと音声、簡単な音声のことを見てみよう。編集ページでもできる、音声ページでもできる。同じことになると思う。今回は編集ページでちょっとやってみよう。このクリップ多分ズームで聞こえないと思うけど、再生するとき、ちょっと音が低い。右下のレベルでわかる。ミックスが見えないときは、ミックスをクリックしてください。で、これ、ちょっと音がちっちゃいね。じゃあ、この線を選択してドラッグして、ちょっと大きくして、もう一回聞いて、もうちょっと聞こえるかな。大きすぎたら、この赤いところが光って、このクリップしちゃう、音がちょっと大きすぎて悪くなること、クリッピング。それをちょっと気をつけてください。だいたい YouTube にアップする動画とか、ポッドキャストの動画なら、この辺、マイナス5の方ぐらいは目指してる。ちょっとだけ赤になるぐらいがちょうどいいかな。簡単に言うと。そうですね。これができますかとか、これどうやって編集するかとか、そういう質問何かありますか？はい。はい。ムービーの方の音が大きい場合って、
例えば BGM よりも、うん、ムービーの方の音が大きい場合ってどう調節したらいいんですか？はい、音楽と、人の喋ってる音声両方ある。そうすると、今はちょっと音楽ないけど、ちょっと別の音声を載せようかな。編集ページから全然載せていいし、2つのトラックになりますね。音声1、音声2の別のトラック。例えば、これが BGM として考えて、でこれが話してる方。で、BGM 全体的になんか小さくしたいときは、これも好きに調整できる。これも簡単だし、例えば、ここ音声なしのとこだったら、音声がなかったら BGM ずっと流してる。で、喋ってる時 BGM ちょっとちっちゃくしたいけど、喋ってない時は BGM ちょっと大きくしたい時もあると思う。この線を、Mac だったらオプションクリック。すみません、Windows のキーボードショートカットわからない。後でちょっと調べます。で、これなんかキーポイント、多分右クリックでもできると思う。できないかな。うん。で、この部分だけちっちゃくして、この部分は変わってないのもできる。で、この位置をちょっとスムーズにちっちゃい音から大きい音になる。あんまり、これは結構、大きいジャンプになるけど、ちょっとスムーズにいけたいとき、こんな風に。で、ゆっくり音が大きくなる。これだけで、これ何回もして、この部分ちっちゃくして、この部分を大きくして、マニュアルでもできるし、自動的なやり方もあるけど、それ結構音声の編集複雑になるから、多分次の音声編集のイベントでそれしようかな。でも、これで多分結構いろいろできると思います。オプションクリック。ちょっと、キーボード、調べてみた。ちょっとキーボード、ショートカット Windows の方わからない。もしかしてシフトクリックとか、コントロールクリックとか Windows クリックとか。はい。でも質問ありがとうございます。じゃあ、じゃあ次ちょっとマルチカメラモードを見てみましょう。マルチカメラモードは複数のカメラ、音声、画面などを同時に撮ることがあったら、すごく楽な編集方法です。例えば、プレゼン動画、2つのカメラ回しといて、画面も録画して、自分のマイクの音も取って、その後、全部合わせたいから、マルチカメラモードを使う。マルチカメラモードなしでも全然できると思うけど、結構楽になると思う。だから、そうだ、このサンプル動画は全部同時に撮ったものです。一緒にマルチカメラモード使いたいならぜひダウンロードしてください。コーディングの説明とか、自分のプロジェクト説明するとき、これよく使います。
結構複雑や。これ、ちょっと、一回、このタイムライン消しとく。で、最初からやります。とりあえずシンクビンを作らないといけない。大きいプロジェクトだったら、同時に立った動画と、それ関係ない動画、よくあると思うから、とりあえず全部選択して、新しい瓶、新しいフォルダに入れる。またこのフォルダに入った。でこの瓶だけがシンクロナイズ、合わせることになります。そうですね。とりあえず瓶を作って、全部選択して瓶を作って、フォルダに入れて、でこの上の回ってる矢印のマークはシンクのマークです。クリックしてみると、シンクのメニューが来る。今全然シンクしてないから、完全に別のクリップとして出てるね。動画3つと、音声1つ。で、そうですね、シンクの前こんな感じです。で、シンク仕方、4つもあるけど、左はタイムコード。プロのカメラとか高めのカメラだったら、動画ファイルにタイムコードを入れてくれることもある。で、別のハードウェアでそのタイムコードを一つの取材の時、合わせてくれる方法もあるけど、多分普通の携帯とか普通のカメラだったらタイムコードは使えない。2番目は音声。これ一番よく使うと思う。同じ音声が入ったら自動的に合わせてくれる。このクリップは2つのカメラ、別のカメラと画面共有も全部音声取ってる。私が喋ってる音声ですね。で、これをリコーダー、マイクだけの音声、全く同じ音声になります。シンクをクリックしたら、全部同じタイミングのところで、ちょっと確認したいなら、例えば、この動画そんなに面白くないけど、シンクを紹介するために撮ったから、キーボードショートカットを使うと、こういう風になるよっていう部分がある。で、やっぱりキーボードショートカットを押すとき、画面でわかる。で、この他の合わせ方もあるね。インとアウトで合わせる。例えば、クリップ全部、インを決めて、例えば映画でよく使う、あれなんていう日本語で、クラッパーボード。なんていうかな。それで、時間も決めていいし、このシンクもできたから、全部ちゃんとシンクになってる気がするから、セーブをクリックして、シンクを保存した。で、その瓶の外に、そうね。編集の画面から、メディアシンクで日付とか出てくる。そうですね、シンク。このスライドもイベントページにあるから、イベントページの方を確認して、また自分でやるときは、これ確認してください。で、次は、メディアシンクをタイムラインの方、この右の方にドラッグアンドロップしてください。左ドラッグにしたらちょっと違うことになってしまうから。とりあえず、こう、載せてください。一つの動画に見えるけど、やっぱりこのマークがついてるから、複数の動画が入ってるってことです。で、この左のシンボルをマルチカメラのモードにして、で、それぞれの
カメラは同時に再生することできる。左の方はそのクリップの中身ですね。で、右の方は、アウトプット、そのプログラムはどうなるか。で、多分、そうですね、音声は一つだけ、リコーダーつけたから、このクリップの編集は動画のみにして、このマーク。動画のみ。で、下の音声は全部音声、ズームのリコーダーだけにする。話してる声だけ。他の音声は使わない。シンクのためだけになります。で、多分、最初の方は私がなんか動画を紹介する。ちょっとカメラ向けて話すから、ここで編集じゃなくて、再生して、スペースを押して再生して、リアルタイムでクリックしたら、話してる様子が出てくる。じゃあ次カメラ1にして、じゃあカメラ1になる。で、ちょっと言ってる。じゃあ、また話してるからカメラ3に戻る。とか。で、こういう風に編集個々ができてる。もちろん、同じ風に調整はできる。とか、このクリップやっぱり使わないから違うクリップメディアから取って入れる。とか、取り直しもあるかもしれないし。で、ずーっと再生しながら、もうコードずっと見て、例えば、どこだったっけ？キーボードショートカットのところをみんな見せたくて、この辺からこのクリップにして、じゃあ終わり、最後の挨拶ここにして、で終わりました。終わったところは、このクリップを短くして終わるかな。はい。マルチカメラはこういうことです。で、スライドでももう一回説明がある。ちょっと細かい説明がここに載せてますね。マルチカメラすごい楽な方法だと思います。これを使って、長い1時間の動画の編集も、全然時間かからないと思う。大体画面共有だけで話してるところは少しあるし、1時間の動画は1時間で編集できる。結構いいことですね。はい、マルチカメラについて質問とかありますか？OK。じゃあ、まだ見てないから、一回ちょっと出力の方見てみましょう。いろんなプリセットはここに上にあるから、YouTube にアップすること多かったら YouTube の方を選んで、で、こういうふうにどこに保存するか。じゃねえ、カフェにしよう。で、アウトプットするところ、ファイルタイプとか、解像度とか、いろいろ選べるけど、デフォルトのまま結構いいと思います。で、下の方、またインとアウト選べる I と O で、もし半分だけとか、この辺だけアウトプットしたいならそれも全然いいと思うけど、エンタイアタイムラインのところを選んで、全部足してくださいとなりますね。で、それができたら Add to Render キーを押して、ここに
右の方に出てくる。で、レンダーオールがファイルを作ります。ちょっと長めだから、このパソコンで時間かかりそうだから。あ、でも早かった。で、ここに、コードエクスプレーナーの動画ができた。まあ、終わりですね。そのファイルはまあ、人に渡したりとか、YouTube にアップしたり、まあ、何でもできますね。そうですね。まあ、マルチカメラのところ結構自分でやると少しややこしいと思うから、今、ちょっと早めに終わってしまって、まあ、みんなちょっとマルチカメラのクリップをダウンロードして、自分でちょっと編集してみよう。で、まあ、もし問題があったら、まあ、画面共有も全然できるし、みんなでちょっと問題解決しましょう。一応同じ内容もう一回英語で、3時から英語で言うから、それもぜひ興味があったら聞いてください。これは、ちゃんと、ちょっと日本語手伝ってくれない？これ何ですか？日本語で。映画撮るとき使うもの。なんか昔カチンコみたいに言われてたんです多分それですね。うん。全然出てこない。うん。カチンコカチンコかな。カチンコにしよう。カチンコあるから、まあ、多分音声でシンクしたら全然できると思うけど。うん。で、まあ、出てる音も、この、クラッパーボード、カチンコの音で合わせるし、でも、例えば、音声がそんなに綺麗じゃないとか、ちょっと合わない音声がたくさんあって、全部のクリップのインを決めるだけ、この瞬間かな。イン。ほとんど見えない。この瞬間かな。今、右矢印と左矢印。インですね。じゃあ、インは4つ決めて、で、シンクの時、インでシンクする。ちょっと間違えた気がする。なんだろう。そういうこともできるんだ。とか、まあ、マルチカメラモード使わなくても、ちょっと新しいタイムライン作ろう。例えばこの4つも今同じインになってるから、上に乗せたら同じく。まあこれでもシンクできると思う。で、まあ好きなところを消したりとかカットしたりする、まあ、いろんな方法ある。
きれいにしてこう。で、ちょっとギター弾いてる様子出そう。この辺、カメラ動いてるから使わないかな。じゃあみんな見せて、彼ちょっとソロをやってるかな。で、カットが結構楽にできた。うん。まあ、この切り替わりのところとかも、じゃあ、ここで例えばトランジションみたいなやつでちょっとなんかふわっと暗くしたりとかもできたりするんですかね。そうね。トランジション、簡単なトランジション、編集ページから全然できる。一番よく使うのは多分ディゾルブとか。上に乗せるだけで。で、トランジションになる。で、例えば、ここにカーサーを置いて、右、左、こう、マウスゆっくり動かして、右の方のプレビューもできる。パソコンが早ければ。ちょっと私のパソコン、ちょっと遅いかもしれない。とか、こんな風に出せるとか、黒を中に入れるとか、とか、こういうちょっと派手なカットもたくさんあるし、じゃあこれ使いたいなら、ここに置く。で、長さも調整できる。ちょっと、多分3時になったからもう一回英語でやりますけど。ありがとうございます。Okay. I don't know. What is everyone's English level? I wonder. No one wants to answer. If anyone wants to put the English level or English experience in the chat, I'm happy to help. Let's just tidy up here 1 second. Okay. So now we're going to try and do exactly the same thing, but this time in English. Wow. Oh, it's so much easier in your native language. That's nice. So, let's start with, I've got English slides as well. Hang on. No, it doesn't want to work. Yeah, so hopefully everyone who's here, I know someone just came into the room recently. If you haven't got DaVinci Resolve, please download it and get your video files ready. And if you have some spare time, this link to the DaVinci Resolve training is really good content. A lot of it is in English, but I think there's a Japanese version too.
So let's look at some of the basics. So why did I choose DaVinci Resolve for this event? Well, it's used in big Hollywood movies. It's a professional piece of software, and it's available free for Windows, Mac, and Linux. It was originally used mainly for color correction, but now it has lots of different editing features. So you can do your editing and cutting, do your audio editing, production, and effects, all inside DaVinci Resolve. So these are, on the right, just 3 examples of movies that have used DaVinci Resolve. So the basic workflow is to go from the left to the right and look at the different screens, different pages. So let's look at that now. On the left, you have the media page where you choose which clips are you going to use in your project. And on the next page, you've got the cut page where you can choose the clips and put them into the project timeline. Then next is the edit page where you can change the length of clips, make them longer and shorter, and change them out. Effects page with lots of different effects. We won't use that much today. The color page where you've got lots of tools to adjust the colors. The sound page, which is all about sound editing, and the deliver page or the output page where you can create your file. So everything we do today will mainly be on these pages: the cut, edit, the Fairlight page, it's the audio page, and the deliver page. We're not really going to use any special effects or any color correction. So let's make a simple video. So adding in the video clips, the easiest way is drag and drop. So let's do that. So let's choose a few quick pictures in here, not pictures, videos. And we have them available up here. And the easiest way is to just drag and drop a clip down here onto your timeline. And by doing this again and again with many clips, you can make a long and complex video project. Now, to be more efficient, you can use some of these other insert tools. So there is Smart Insert, which inserts a clip before or after your current clip. Place After, which puts it at the end. Replace, which changes the first clip for the second one. Place On Top, which is useful for doing an inserted video for part of a longer video. And Close Up, which is useful for making a copy of a video where maybe you zoom in or you add an effect. So let's use them a little bit now. So, for example, if I take this clip and maybe this clip is the first clip in my video, I might say, okay, insert that. And then maybe this is the next clip in my video, and so I can insert that after, and so on. Now, most of the time when we're making these videos, we want to choose ins and outs. So an in is where the video starts, and an out is where the video finishes. So, for example, this clip here, most of it is just recording the ground. It's not useful.
the only bit we're interested in is right at the end here. So maybe I set the in, the beginning of the clip, to here, where we start taking a picture of the keyboard. So I press I, or I can just drag this line to choose the beginning or the in of the clip. And then same with the end. I think maybe the clip ends here. I can press O, or drag this part here either way and choose the out of the clip. So in and out is the big idea. Once we've chosen the in and out of a clip, when we drag it onto the timeline, you'll notice it's much shorter. It just has the beginning and the end of the clip there. So and when we click these buttons as well, the clips in and out will appear on here too. So not the whole clip, just the in and the out. And by doing this again and again, so maybe, let's do another clip. This is me, but this is just me getting ready, and then I look at the camera and I start talking. So let's put our in just here when I start talking. And then let's put our out maybe here where I start programming and stop looking at the camera. So let's put that out here because of something else. Now I've got my clip. I could drag and drop, but that's I want to put it before this clip. So I'm going to use Smart Insert, and this puts it before the first clip. So here we are. That's put it before, and then there's the clip from before. And that is basically the very, very essential, simple parts of making a video. You just add in lots and lots of clips. And, oh yeah, added lots of clips like this. Now, this is just the simple beginning. One thing with DaVinci Resolve that I often miss, I often forget, is these menus at the top. There's lots of menus, and if you're ever looking for something, take a look in the menus up here. So if you can't find something, or you're looking for some more information, searching through all these menus is really, really useful. It's easy to miss something. So often I can't find a setting, it's because the menus disappeared. So watch out for that. So we've done placing the clips. Let's look a little bit more on the edit page. So that's the next page along. And you'll find, okay, so these are the two clips we already inserted. And they change from here to here. And maybe I think, well, that's okay. But maybe I want to change the timing a little bit. So what I do is I can drag the time. And if you look in the top right, the place where the cut is moves. So maybe the cut comes a little bit earlier or a little bit later. However, in this mode, with the arrow pointer, the overall length of the clip does not change. So I can drag this forward and back, but the length of the clip doesn't change. And often that's what you want. If you have a big project, you're editing something in the middle, you don't want the length of the clip to change. So another option is to click not on the red line, but just to the left. And here I can choose, I can move the end part of this clip. And you'll notice the overall length doesn't change. So I can move it, but the overall length doesn't change. And that's often what you want. Sometimes, though, I do want to change the length. I want the whole clip to get longer, or the whole clip to get shorter. So I can click into this mode, and this will change the whole length now. So I move, oops, there. I move this, and the whole clip gets longer. I move it to the left, and the whole clip gets shorter. Depending on what you're trying to edit and what you want to do, sometimes you want the whole clip to stay the same length. Maybe things are synced up to music and you really don't want to change all your other clips because they already match the music. Or maybe you're making some factual explanation and
if something's 10 seconds longer, it doesn't matter because you need to have the important explanation in there. So it really depends on your project, what you do. Okay. So that is the basics of choosing ins and outs, making edits and moving the edits, choosing your clips. I wonder if anyone has any questions. You can either ask using your microphone or put them in the chat. If anyone has any questions, please ask. No? I think let's continue then. So, let's just add a few transitions or talk about transitions as well. So transition is, here we just have a normal cut. So one clip ends and the other clip starts. Really nothing special. Most of the time you might use this. However, sometimes you want to add something different between two clips. So these are dissolves. So dissolve is one that often gets used. All you need to do is drag the clip onto the join between the two. And now when you play it, you should see one clip sort of fades away, another clip comes in its place, and this is the dissolve. Now we can make the dissolve shorter and longer if we want to change how it feels. So we can have a really, really long dissolve, which doesn't really fit this video very well, so I wouldn't probably normally choose that for this, but it might be good in your video. And we can just select this and delete it with the backspace key if we want. Try out some other transitions. Now, if you have your red cursor on the transition point, the clip between two clips, if you if you hover over this line, you can get a preview of what the transition will look like. So this one goes to black and then goes into the other screen. So that's quite nice sometimes. We can have blurring the screen like this. We can have some kind of fancy things where the page cuts apart and dives in. We can do all sorts of other things. So these are all kind of more special effects kind of things. So lots and lots of stuff there. But I think in general, stick with the simple ones. Maybe you just use a dissolve and cuts, and that's quite nice. So that is transitions. Let's talk briefly about things you can do with audio. Now with audio, you can do it on the audio page or just on the edit page. So if we look at this and we show the mixer using this button at the top right, we can see our audio levels over here. So if we play it and we listen to it, we can see, those audio levels are a little bit low, a little bit too quiet. So maybe what we want to do is make it louder. One way to make it louder, make the whole audio track louder, is push this slider up. Another way for just one clip is to move your mouse over the line here, select by clicking, and then move it up, and the peaks of the audio get bigger. And we can see this is much more normal level of sound. We want to aim for about this -10, -5 area. Don't want to go too high. If we put the audio up too high, it will start to clip. And clipping here is when this red thing points up. The audio is too loud. We just can't hear what's going on. It's too much. So we can adjust that easily there. Another thing you sometimes want to do
is if you have audio that is separate, you might want to adjust the levels separately. And you can even do things like if you're on a Mac, you press Option click, you can make a key point on your audio and have the audio go from loud to quiet or quiet to loud for maybe different sections or background music, or even if one person's speaking very, very loudly and another person is speaking very, very quietly, that can be very useful. Okay, so this is the basic bit about audio and editing. So if there are no questions about the general editing, then we can move on to something even fancier, which is multi-camera mode. So, what is multi-camera mode? Well, multi-camera mode is when we have maybe 2 or 3 cameras recording the same thing. Often you might have this if you're doing a TV show, but also if you're doing different angles of a presentation, maybe a whole presentation or just the screen or just the speaking person, and you just leave 3 cameras recording and you edit it later. So often this is a really good way to record sort of coding presentations, technical presentations, introductions, things like that. I use it a lot to make editing long videos much quicker. So let's have a look. So if you want to practice, I've got 3 video files and 1 audio file, and they're all recorded at the same time. So multi-camera mode is all about recording at the same time. So you need to have content that's recorded at the same time. So if you want to follow along, or if you want to do the same thing, please record or download these files and try and import them into DaVinci at the same time as me. So that is the original files. Let's delete this timeline and do some examples. So here is the 4 files, and what you often want to do is first, step 1 for making a multi-camera recording is put them into a sync bin. So first it's nice to right-click on all the clips collected and click Create Bin. All this does is put them into a folder together. You can maybe change the name of the folder. So maybe this is multicam clip or something. And inside there, we've got all the same files as before. Now we're going to select them and click on the sync button at the top. So that will bring up the sync menu. Now there's a few different ways to sync your files. The one on the left is timecode, which some professional cameras use, which is basically inside the video file. It gives a special timing information, which lets us know when the different clips start and finish. Most phones and normal cameras will not do timecode for you, so we can't use this. The next clip would be audio, and this is very, very useful. So if you see, this is our audio track with a microphone. This is our screen, and this is the handheld camera and the face camera. And they all have the same audio. It's just me talking. Now we want to use the microphone audio for our actual clip because it's the cleanest and sounds the best. But all the other audio is useful information that we can use to synchronize the clips. So if we synchronize the clips like this, we click the sync button, and we'll notice that when things are happening at the same time, we can see on the 3 different cameras the same thing happening.
So once we've clicked sync, we can say, okay, that looks good. Click save sync. If we go onto the edit page and look in our media, we can see there's now a new timeline called media sync. And this new timeline, and all the information is here. So if you want to work out how to do it again, we drag the media sync timeline onto our timeline at the bottom. And put it here. Now it looks like just one clip, but actually this is 4 clips all together. We can see we've got the audio here and the video. So if we select it and select multi-camera mode, we can see the 4 clips all together. Now, we're not interested in switching the audio, we're just going to use the microphone audio, so we're just going to switch the video, so that's what clicking this button does. Only switch the video. And we'll just right-click and switch the multi-camera audio to the recorder, the pocket recorder, the audio, because that's a nice audio. So the next thing we can do is, so maybe if we press play, we can see the different clips going at once. Well, let's start with this clip. So now I'm giving the intro, I'm doing the introduction speaking, and whenever I click on a different clip, it will show that clip on our main screen, on our top right. So I click on here, and then it can watch me type. And then maybe I speak a bit more in a second, so I'm going to switch back to this camera, so I'm talking to the camera again. And then maybe switch back to the coding again. And so this is really useful because every time I click, I make a new cut. When I stop playing back, I've got all of these cuts here, and I can edit them the same way we did before. So I can grab one clip and I can change the start and end points a little bit, or I can maybe move it back. Oh, but be careful what mode I'm in. Let's just undo that change. Oh no, I undid too many changes. Okay, well, never mind. So yeah, and we can just keep cutting to different things. Maybe you don't have to play it back. You can just select different points in the video and think, okay, when this is on screen, I want to see the screen, and then okay, towards the end, I want to see the hand pressing the keyboard on the keyboard shortcut. That's important. And maybe I want to see more of the hand, so I'll extend it. And then I want to see the face when you do the ending. And so on. So the multi-camera mode is a really useful tool for doing the editing really quickly and efficiently without having to worry. So that is the basics of the multi-camera mode in DaVinci. It's a little bit complicated, so please download the slides from the Compass event page and try and follow the slides. I've explained it in quite a lot of detail in the slides. And have a try yourself. So the last thing that we hadn't talked about so far is the exporting videos. And this is pretty simple. You can choose a preset on the top left here. And I found the YouTube one is pretty good for a simple video. Choose where you're going to save it. And then choose the add to render queue. And I've already recorded that, so I'm going to replace the file. I choose my in and out, which is usually the entire timeline because I'm making the whole video. And then I click render, and it makes the video file with all the edits I did before. So that is the basics of putting together a simple video with DaVinci Resolve.
Yeah, that went quite quickly. Does anyone have any specific questions, any features? How do I do something? You can ask questions in English or in Japanese in the chat or using your microphone. If anyone wants to look at more detail on one of the pages or one of the features, please say. So I really encourage everyone to spend, the next 30 minutes or so downloading some of these files from this link and trying out simple video editing, multi-camera video editing, try out all the different features that we looked at today in the slides, see if there's anything confusing, if there's anything you don't understand, and if you have a problem or you need some help, you can do a screen share on Zoom and we can look at it together. I'm not some kind of professional video editor, but I like to do it as a hobby. So I've been using DaVinci for a little while now. Yeah, that's about everything. So I'm going to take a quick break. Everyone, please try and do some editing, see what you get, and I will answer all the questions and try and do some more stuff in a moment.